今日は食材の買い出しに数軒行く予定です。まず1軒目、コストコに着きました。コストコに行くと毎回必ずバナナは買っています。冷凍のサバもよく買ってます。キムチ9890ウォン、これも買います。炭火焼き鳥、これ結構美味しくてセール中だったので今回買いました。カークランドの冷凍エビもセール中でした。コストコでの購入品は合計74,550ウォンでした。近所の青果店で野菜と果物も追加で買ってきました。E マート系列のスーパーでも食材を買ってきました。値下げ品コーナーにハムとブルーベリー、おでんセットと食パンがあったので買ってきました。後で冷凍保存していきます。さっき買ってきた半額のハムと食パンで朝食用のホットサンドを作って冷凍していきます。朝はなるべく楽したいので余裕がある時に仕込んでおくと便利です。作り方はパンにマヨネーズとチーズ、ハムを乗せて最後にもう1枚パンを重ねるだけ。このまま冷凍しておくと前日の夜に冷蔵庫へ移すだけで朝すぐに焼けて便利です。食パンが安かった日にこういうのを作っておくとかなり助かります。次は韓国のおでんセットを小分け冷凍していきます。量が多そうなので2回分に分けて先にハサミで切っておきます。左にある薄い四角いおでんは別の料理に使いたいので今回小分け冷凍には入れません。韓国のおでんって日本みたいにいろんな具が入ってる感じではなくて、こういう練り物メインのセットが多いです。粉末のスープも2つついているので一緒に冷凍しておきます。安くなっていたハムを使って金曜日の夜ご飯はプデチゲにしました。ハムと豆腐、冷蔵庫に残っていたスパム、玉ねぎ、冷凍してあったネギとえのき、コストコで買ったキムチを使っていきます。調味料は粉唐辛子、醤油、みりん、コチュジャン、胡椒を混ぜるだけです。鍋にコムタンスープを入れて火にかけて煮ていきます。いい感じに煮えてきたら最後にラーメンを入れます。チーズが好きな人はここでスライスチーズを乗せても美味しいです。こんな感じでプデチゲ完成です。土曜のお昼はカレーライスにしました。カレーは韓国でも人気メニューで、日本のカレールーもだいたいどこのスーパーでも見かけます。よく売ってるのは中辛で、うちは少し前まで子供が甘口派だったので、日本に帰るたびに甘口を買って帰っていました。でも最近辛さが物足りないようなので、そろそろ中辛に切り替えようかなと思っています。ちなみにコストコでも日本のカレールーが買えるんですけど、この前見たらまさかの日本で買うより安い値段でした。荷物になるのでもう韓国で買うことにします。というかなり個人的なカレールー事情を話していたら、ちょうどいい感じにカレー出来上がりです。付け合わせに家に少し残っていたサンチュでサラダを作っていきます。適当に手でちぎってボウルに入れたら、お酢、粉唐辛子、ごま油、醤油、にんにくを入れて和えるだけです。分量はいつもだいたい適当なんですけど、少なめから入れればだいたいいい感じになります。味噌汁も追加して土曜日のお昼ご飯完成です。土曜日の晩ご飯を作っていきます。まずは大根のナムルから。大根を細切りにしてボウルに入れたら、塩を大さじ1/2くらい入れて軽く混ぜ、
10分ほど置いておきます。10分経ったらフライパンに油をひいて大根を炒めていきます。そこにニンニク小さじ1とネギの小口切りも加えます。さらに砂糖を小さじ1/2くらい入れて炒め、最後にごまとごま油を混ぜたら完成です。次はおでんです。前に小分けしておいたおでんの具とこんにゃくを適当に切って入れていきます。それから少しだけ残っていた大根も入れました。夕方、夫と子供がコストコのフードコートでマッシュルームスープとトッポキを買ってきたので、これも夕飯に追加します。最後に焼肉用の豚肉をエアフライヤーで焼いていきます。これで土曜日の晩ご飯の完成です。次に日曜日のお昼ご飯を作っていきます。卵を買ったので今日はオムライスにします。うちは週末のお昼は洋食系とか丼物とかワンプレートで済ませやすいものを作ることが多いです。チキンライスにはケチャップ、胡椒、鶏ガラスープの素を入れていきます。購入品紹介でも卵をお見せしましたが、韓国は30個入りの卵が結構主流です。日本みたいに10個入りもあるんですけど、逆に日本で30個入りってあまり見ないですよね。60個入りも売っているんですが、さすがに多すぎてまだ買ったことはありません。そんな韓国の多すぎる卵事情を話しているうちにオムライス完成です。最後に日曜日の夕食を作っていきます。まずはテンジャンチゲです。具材はじゃがいも、玉ねぎ、エホバクというズッキーニに似た韓国のかぼちゃ、豆腐、えのきを使います。だしは韓国でよく売っているタブレットタイプの煮干しだしを使っていきます。味噌は日本の味噌だと少し違うので、今日は韓国のテンジャンチゲ用の味噌を使います。韓国の味噌を使うとこの辺はもうだいたい味が決まります。煮えてきたら味噌を溶かしてテンジャンチゲは完成です。続いてコストコで買ったサバも焼いていきます。韓国は日本みたいな魚焼きグリルがついていないので、うちはいつもフライパンで焼いています。この魚焼き用のくっつきにくいホイルは日本に帰るたびに必ず買ってきます。韓国では今のところこれ以上のものに出会えていないので、これからも多分ずっと買うと思います。このコストコのサバ、冷凍なんですけど脂が乗っていてすごく美味しいです。こんな感じで日曜日の夕食も完成です。週末はこんな感じで韓国料理だったり日本のご飯だったり家でいろいろ作っています。これからも購入品やおうちご飯、韓国の食材や物価のことなども載せていく予定です。もし楽しかったなと思っていただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。